皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は英語の come という言葉についてお話ししたいと思います。come はとってもシンプルな単語ですが、日本語にするときにちょっと違うことがあります。まず、英語で I'm coming というフレーズがありますね。私が今行くよという意味ですよね。気がつきましたか？ come は日本語だと来るという意味ですが、私が今来るよとは言いません。行くを使います。これは英語を話す人たちにとって面白いポイントだと思います。それでは、行くと来るの使い分けについて考えてみましょう。例えば、私の友達がカナダに来ますと、私の友達がカナダに行きますの違いはわかりますか？行きますという場合、私、つまりこの文章を話した人は日本にいて、友達が日本からカナダへ移動するイメージです。来ますという場合、私はカナダにいます。友達がカナダにいる私のところへ移動してくるイメージです。つまり、来るには話している人の場所に向かうというイメージがあるんです。反対に、行くは話している人がいない場所や今いる場所から違う場所に向かうイメージになります。また、来るを使うとき、話している人がその場所にいなくてもいい場合があります。それは、私の場所が目的地になっているときです。例えば、住んでいる家が目的地になっているときです。話している人が家にいなくても、話している人の家が目的地になるときは、来るを使います。話している人がいつもいる場所だからです。例えば、友達が私の家に来ましたが、その時私は公園にいましたという文です。これは私は家にいませんが、私の家が目的地なので来るを使います。じゃあ、私のおばあさんの家はどうでしょうか？この場合、おばあさんの家で、私はその家に住んでいないので、来るよりも行くを使うことが多いです。でも自分の家族の家なので、来るを使っても変じゃないです。どうですか？違いがわかりましたか？なぜ I'm coming のフレーズで来るが使えないのかわかりましたか？私が主語の文章では来るは使えないからです。なぜなら来るは私の場所に向かうことだからです。なので私が私の家に来るは間違いで、家に行くや家に帰るが正しい文章になります。
このようにかんはシンプルに見えて日本語と大きく違う使い方があります。話し手の場所に向かうという感覚を忘れないようにするといいと思います。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。